皆さんこんにちは、メイドのリコです。今回は、バタ押し3話のその2になります。その1をまだご視聴いただいていない方でも問題はないですが、ぜひ視聴していただけると嬉しいです。前回は全く意味不明なことが続きましたね。ですが安心してください。ここからはもっと意味がわかりません。何度も見返してもさっぱり何を言いたいのかがわからない。いやわかるけど理解できない。それでは話すことが多いのですぐに始めますよ。チャンネル登録をしてご視聴ください。場面は親友ちゃんといつの間にか合流して、食堂でお茶会をしているところです。親友ちゃんが唐突にサイコレズは同性愛者なのとぶち込んできます。あ、最初に言っておきますが、私は別に同性愛者を叩いているわけじゃないですからね。あくまでこの主人公自身について文句言ってますからね。変な誤解をして、このエチクショーは同性愛者を否定している、とか言わないでね。まあ、文句を言いに来る人はその作品を好きでまた利用したいと思っている人だから優しくしようね。という予防線を一応張った上で続きいきましょう。親友ちゃんは親友であるから昔から知ってたと思うんだよ。恋バナだってしていたはずで、その時は普通に男子たちについて話してキャッキャウフフしてたはずじゃん。レイ・テイラーはサイコレズに乗っ取られて性的思考がガラリと変わったんだから、その質問はおかしいよね。問うのであれば、あなたいつから同性愛者になったのでしょうが。サイコレズが転生した瞬間から世界、人間関係が始まってるわけじゃないってことくらい理解しなよ。そのサイコレズは同性愛者だとカミングアウトして、クレア様は身の危険を感じました。そこに親友ちゃんは、クレア様は男から襲うなよ、と言われたらどうです？嫌ですよね。それを今したんですよ。って言いますけど、違うじゃん。言っていることは正しいけど違うんだ作者様。それは全く関係ない第三者。例えばメイドがドン引きするのなら成立する話なの。でもクレア様は違うじゃん。めちゃくちゃ愛をぶつけられてガチで体を狙われている当人で被害者だから、身の危険を感じるのは当然でしょうが。なんで親友ちゃんに諭されたような状況になるわけよ。というかそもそもこの時代では同性愛については寛容なの？今の時代でもちょっと肩身が狭いような現状なのにさ。ちゃんと分厚い設定資料集が作れるくらいの世界観は作者自身が考えてるんだよね。何これ、下手くそか？会話するのど下手なの？作者の話を作るセンスが前半も含めて下手すぎる。そしてサイコレズはクレア様がたまたま女性だから好きなわけじゃなくて、もともと男を好きになんかならないという生粋のレズビアンのようです。別にそれはいいんですよ。そういう人もいるでしょうし。なんで、男性は好きにならないと断言できるのかは不明ですけれど。私は男性が好きだけど、本当に魅力的な女性が現れたら好きになる可能性だってあるんだから、ならない、なんて言い切れないよ。でもサイコレズは言い切っているってことは、何か過去に男性に対するトラウマが芽生えたんでしょう。だったらそれがわかるようにふわっとでも描写しろよっていう。でも本当にトラウマがあるんだったら男子たちが近くに来たら嫌な顔の一つくらいするだろうけどそれはない。ということは大したトラウマはない。でも男性は好きにならないという確信はある。なんで？設定が綿菓子みたいにふわっふわなんだけど。ここでもそうなんだけど、なんで親友ちゃんは何も知らないの？驚かないの？って話でさ。乙女ゲーという根っからの男性を愛するゲーム世界に入っておいて、私レズビアンなんです。はおかしすぎるでしょ。これ乙女ゲーである必要ありました？そもそもレズビアンなのになんで乙女ゲーをやっているのよ。ゆりゲーでいいじゃん。これ絶対、乙女ゲームと悪役令嬢が流行っていたから入れましたってだけでしょ。コメントで、なんで乙女ゲーをやっているのかっていう説明は聞きましたよ。これの派生作品で、名作ゆりゲーとして名高いゲームを先にプレイしていたんですって。こんな面白くなさそうなゲームの、しかも派生作品があって、それが名作と名高いっていう時点でおかしさ満点なんですが、そうらしいです。その派生作品にクレア様がゲスト出演してハマってしまい、本作をプレイしてやり込んでいるということのようです。ハマっちゃったんならしょうがないよね。メインヒロイン以上には深掘りされないゲスト出演程度のちょい役で、テンプレでしかない悪役令嬢のどこにそこまでの魅力があったんだっていう話なんですけれど。まあ、いつかは説明してくれることでしょうから、その時まで待ちましょう。
それでは話を戻しまして、思いが報われないのはいつものことだから。って言ってるけど、それは毎回そんなにグイグイアタックしてたらドン引きされて離れるでしょっていう。クレア様だけ特別？じゃあクレア様を人として扱ってないんだね。やっぱりゲームキャラの一人程度の認識なんだろうな。だから相手のことなんて考えず自分を押し付けまくってるんだな。そもそもレズビアン以前にゲームキャラを愛しちゃってるから輪をかけてやべえやつだし。それはそれで、初音ミクとかエッフェル塔とかベルリンの壁と結婚した人がいるくらいだから、そういう性癖の人でもあるってことなんだけどマイナーすぎる。ただの社畜 OL にどんだけ設定を盛り込むんだっていう話よ。そこまで入れるんだったらなんで好きになったのかの説明が必須でしょうが。そういえば社会人なのにこの社会性なのか。何から何までいいところないな。そしてここでようやくサイコレズの目的が明らかになりましたね。クレア様と結ばれることではなく、幸せにすることらしいです。今までの行動が全部幸せにするための行動だったのか、すごいな。ド M さを見せつけたり、夜中の居室に突して抱きついたりもそうなのか。1話目と言ってることが違うくない？ゲーム通りに進めて、クレア様からちょっかいをかけられ続けて、私もクレア様をめでられてウィンウィンって言ってたじゃん。それはクレア様を幸せにすることとは全く違うよね。自分の欲求だけを求めた行動で、クレア様自体は幸せにならないじゃん。じゃあどこで自分の幸せからクレア様の幸せを望むようになったの？っていうお話なんですが、それがわからない。急な路線変更はなろうの特権、強権発動。そういう心の切り替わりが描写されてないんだったら、自分の欲求のために他者を巻き込んでる迷惑者のままでしょうが。それでいきなり、クレア様を幸せにするのを、って言っても、何言ってんだお前状態なわけでしょ？恋愛ものだよね。これ、漫画のジャンルを見ると恋愛って書いてあるので恋愛ものとして言いますけれど、人物の心情描写が何よりも重要なんじゃないんですかね。それをおろそかにしてこの作品は何を見せたいわけ？悪役令嬢ものが流行ってるから流行に乗って適当に作ってみるかで作られたの？悪役令嬢が全く悪役令嬢しておらず、主人公が悪役みたいになっているっていう斬新な設定ではありますけれど、第一、悪役っぽくない悪役令嬢のクレア様は将来どうなり、どんな行動をして幸せに導いているのかが明示されずずっとふわっふわなんですよ。こんなの作者のさじ加減でいくらでもどんな未来にもすることができるじゃん。本当にゲームの結末を考えてる？なんで私たちはミステリーを見せられてるのよ。サスペンスを見せなさいよ、サスペンスを。クレア様に求愛しまくることは関係あるの？どんな時も諦めないこと、というのはどんな効力があるの？メイドになることでどんな悲劇を回避しているの？なんにもわからない。今メイドになっているのは誰かのルート通り、すでに外れているの？何一つ教えてくれないじゃん。今のところただ主人公が現実の恋愛対象と同じように愛しているゲームキャラが目の前に現れてテンション爆上がりしちゃって強靭化してる様を見せられ続けてるだけなのよ。そんな状態で、同性愛がどうのだの、私の恋は実らないのよよよよってされて共感できるか。あとこれ私が無駄なことが嫌いなだけだからそう思うのかもしれませんが、別に自分の愛を受け取ってもらえるとは思っていないけど求愛しまくるっていうのはどうしてでしょうか。じゃあ好感度が下がるんだからわざわざやらなくてよくない？それはワンチャン自分の愛を受け取ってもらえるかもしれないと思っているからやってるんじゃないの？でもそうすると、クレア様の幸せイコール自分と結ばれることになっちゃうから、やっぱり結ばれることを望んでるんじゃん、っていう矛盾が生じるし、自分で何を言っているのか整理できていないのかな？気持ちに踏ん切りがつかず、好きでしょうがないけど幸せになるのを願ってる。でもやっぱり私と結ばれてほしい、っていうわがままな意見よね。わがままな願望は女の子の特権、何でも欲しがっちゃうの。何度も言うけど、元はゲームのキャラだからね。なんでそこまで感情移入しているの？説明がなさすぎるよ。じゃあちょっとここで恋愛観については休憩をして、牛丼の話をしましょうか。そう、なぜかこの世界にある牛丼について、何から突っ込んでいけばいいのかな。夕方でほぼ誰もいない食堂でわざわざ料理の宣伝をする？
しかも夕方ってことはそろそろ夕食の時間になるわけで、なんでそんな時に特売をするの？普通昼食が終わった残りなんじゃないの？夕方なんて仕込みで絶対忙しい時間帯だから、唐突すぎて全く脈絡がない不自然すぎる切り替え方がド下手としか言いようがない。そしてなんで牛丼？やっぱり若いと牛丼なんていう炭水化物の塊でも躊躇なく食べれるんだなーっていう若さに多少嫉妬しつつ話を進めていきましょう。その国では食堂の料理として出せる程度には安定して牛肉が供給できる体制ができてるんだ。穀倉地帯が近いとかかな？それは別にいいとして。牛丼、お米、醤油、みりん、料理酒、よくありましたね。おお、箸も緑茶もあるんですか。ここは日本なのかな？てっきりヨーロッパだと思ってたよ。はっはっはー。世界観。絶対これ何も決まっていない段階の見切り発車で始まった物語でしょ。じゃなきゃどうして悪役令嬢を好きなのか、どういう運命をたどり、どう道をそらすのかの提示をするだろうし、最初と今で言ってることが違ったり、世界観が細かいって言っているゲームなのに牛丼なんか出さないでしょ。なんでこんなガッバガバなのよ。箸休めを終え、またサイコレズの話に戻りますよ。牛丼を食べ合いながら、いつも通りに戻ったなぁ。でも私辛いなぁと感傷にふけりましたが、なんで辛いの？何に対して辛いの？レズビアンへの理解がなかったから、というわけではないよね。みんな納得はしていたし拒絶してなかったし。じゃあクレア様が自分の愛を受け取ってくれないから？でもそんなこと分かってたことじゃん。そもそも本来ならゲームキャラでしかなく、触れ合うことすらできなかったんだからこれだけでも幸せなことじゃん。どこまでも自分の欲求が膨れ上がる欲望の化身かな。なんか学校の教室の風景が差し込まれて、何も言わなければ近くにいられるけど、好きになった瞬間から誰よりも遠い。と非常にポエマーなことを言いましたが、それは確かにそうかもしれない。じゃあ今の現状はそれを教訓にしてガンガン攻めていくぜ、ってことなのかしら？今は押しまくっても近くにいられますし、作戦は大成功のようでいいじゃないですか。好きな人には迷惑かかりまくりだけれども、楽しく牛丼を食べ合っているところへモブ子ちゃん2人が悪口を言うためにエントリー。女なのにクレア様に言い合っているって噂の。正しい。それに対し、サイコレズは、私の振る舞いは偏見を助長させてしまっているのかもしれない。なんであなたが被害者みたいに思ってるの？そういう自覚があるのになんでやめないの？あなたは 100% 加害者だからね。なんで被害者面してるわけ？思考回路どうなっているのよ。レズビアンへの風当たりを悪くしている加害者のくせして被害者気取って、でも付きまといはやめません。愛してるから、って。1話2話の内容を正当化しようとするなよ。ストーカーはストーカーとして貫きなさいよ。ロッド様たちに気に入られているのだって、物珍しくて面白がられているだけでしょうに。正しい、二人とも面白いなって言ってるわけだし。あんなみっともない人間を誰が好きになるのかしら？これも正しいよね。嫌いだって言ってるのに付きまとい続け、専属メイドにもなり、裸を見て浴場している人間がみっともないわけがない。これがもし、私はレズビアンです、と言っているだけの真面目な子だったら、差別が過ぎるぞって怒りますが、サイコレズはガチで頭おかしいようにしか見えないもん。この評価になるのは当然ですよね。その会話が耳に入ってきていても、笑い飛ばしていないとやってられないよね、と、やっぱり被害者意識なのよね。なんでそうなるの？ねえなんで？私に人の心がないから理解できないだけですか？作者はこれサイコレズが被害者だと思って書いてるんだよね。情があったら理解できるお話なんでしょうか？誰か理解できた方いますか？しかしクレア様は理解したというか自分の間違いにイラついてたようで、モブ子ちゃんたちに八つ当たりします。あなたは被害者なんですけれど、なんで怒るわけ？クレア様の認識は何も間違っていないのに、なんでそんな行動を取らせるのかな？何？ストックホルム症候群なの？マインドコントロールされてきているの？ものすごく作者様の都合を感じます。サイコレズは悪くないみたいな、ストーカーを容認するかのような運びになっているけど違うよね。モブ子ちゃんたちが正論だよね。ストーカーは罰せられるべき事案でしょ。どうしてこんなことになった？そしてメイドを置いてサイコレズと食堂を後にするクレア様。
いやメイドも一緒に行かないとダメでしょ。なんで置いていく？ついていかない？嫌いですよね。当たり前でしょ。のくだりをするために二人きりにする必要があったのでしょうが、演出が下手くそすぎです。一言でも、あなたはゆっくり食べていきなさい、とでも言わせておけばよかったのに。メイドに対してその言動はどうなのかとは思いますが、放置よりはいいでしょうよ。悪役令嬢にしては優しすぎますが。という感じで、あらかた言いたいことは言ったかな？まとめると、レズビアンだからといってストーカー行為が許されるわけないでしょ。クレア様は本来どういう結末を迎えるのか、どう幸せにするのかが不明瞭すぎる。そもそもなんで根っからのレズビアンなのに乙女芸をしているんだ。ユリ芸だけしてろ。カツ丼が世界観に合っていなさすぎる。お前は被害者じゃない、立派な加害者だ。被害者面するな。クレア様マインドコントロールされすぎ。ですかね。不明瞭な部分はまたの機会で語られることなんでしょうが、遅すぎですね。それまで見ていけるほどの魅力を提示できてないもん。なんか同性愛者について大切なことを語りはしたけど、物語的には何にも情報が増えていないのよ。レズビアンだって告白したんだったら、なんで対極に位置するような乙女ゲームなんかやってるんだっていう説明くらいしようよ。これでよし、ってしているのがおかしすぎです。タイミングを逃したようにしか見えないです。次回以降、どのように進むのでしょうね。今回の意味不明なお話で3話切りする人は多そうですね。まあ私は見ますけれど。今回の動画はいかがだったでしょうか？このような感じで、私が思ったことをありのままに話していきます。私に話してほしい作品がありましたら、概要欄にあるリクエストページよりリクエストをお願いします。気に入っていただけたらコメント、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。メンバーシップもありますので、良ければメンバーにもなってください。私がすごく喜びます。また次回、感想を言いたい作品がありましたら、お会いいたしましょう。